こんにちは、ワッチミックスです。今回は腕時計やファッションが楽しくなってきた、そんな大人世代の方に向けて大人の趣味時計5本をご紹介していこうと思います。今はね、もうコロナも過ぎ去って、また人と会う機会も増えたり、あとは旅行だったり美味しいものを食べ歩きしてみたりと、自分のね、趣味の時間を思いっきり楽しんでいる方、増えていますよね。でもそういった時に手元に真面目なビジネスウォッチちらっと見えてしまうと、ちょっとね、味気ないですよね。なので今回はおしゃれをして出かけたくなるようなスタイルのいい大人の趣味時計厳選してみたので、よろしければ時計選びの参考にしてみてください。まず1本目ご紹介するのはこちらですね。セイコーの人気シリーズプロスペックスより SBDL085-99000 のモデルご紹介します。スタイル見ていただいてどうでしょうか。ほんの少しだけなんですけど、遊び心を感じさせるパンダダイヤルのクロノグラフ。こういった腕時計つけているとちょっとね、ワクワクしますよね。実は私もクロノグラフね、大好きなんですけど、大人世代としてはデザインが子供っぽい、そういったねクロノグラフでは満足できないと思うんですよね。このモデルにおいてはデザインがねいいだけではなくて、サイズが小ぶりな 39mm 幅になっていることによって絶妙に大人感のある仕立てになっているのがうまいんですよね。この写真だけでは分かりにくいと思うんですけど、多分ね時計店でこのモデル実際にね見ていただくと、あれ想像していたより全然小さく感じるって方すごくね多いと思います。もともとこのツール系のクロノグラフっていうのはデザインが引き締まってこそ大人感あるんですけど、大きさを感じさせる、いやちょっと大きいなって思うと、やっぱりねそこには子供っぽさっていうのかおもちゃ感出てしまうと思うんですけど、このモデルはぐっとね引き締まった凝縮感、それを感じさせるようなデザインとサイズ感合わさっていて、大人見えする仕上がりになっているのがねめちゃくちゃいいんですよね。デザイン簡単に解説しておくと、ケースのフォルムっていうのは至ってねシンプルなケース形状になってます。プッシュボタンの形状も現代的な、そんなね形状になっていて、文字盤のデザインもすっきりとしています。細めのペンシルタイプの自噴紙になっていて、あまりねその角にデザインして、されていない、その大げさにねデザインされていないのが個人的にはすごくね好印象ですね。そして文字盤の中のこの白い部分においては、反射を抑えるようなサンドブラスト、ちょっとねザラッとしたようなそんな仕上がりになっていて、こういったところはツール感もあるし、こだわり感感じさせる、いやいいところだなって思いますね。そしてやっぱり何といっても嬉しいのがこのほんの少し愛嬌をね感じさせるようなパンダダイヤルになっていることによって、腕時計を趣味的に楽しんでるなっていう、そういう風にね見せてくれるのがやっぱりね気分を上げてくれるポイントだと思います。今のこのカジュアルな時代だったらジャケパンスタイル合わせていただいても馴染んでくれると思うし、もちろんね T シャツにデニムみたいなラフなコーデに合わせていただいてもすごく使いやすい、今の時代だったらマルシにね使えるようなそんな腕時計じゃないかなと思います。ただ今回このモデルを大人の趣味時計として選んだのにはもう一つね理由があって、実はインスタグラム私よく見るんですけど、そこにねこの時計案外アップしてる方多いんですよね。で特に海外の方なんですけど、メタルブレスを外して自分好みのレザーストラップだったり、あとはナトーストラップ、ナイロン系のねストラップに変えて楽しんでる方多いんですよね。ストラップを変えるとすごくねイメージ変わって、メタルブレスだとちょっとね優等生的な感じもあるんですけど、武骨な感じのレザーストラップ、ブラウンとかのレザーストラップに合わせると途端にその渋さだったり、武骨な感じ、ワイルドさがアップしたりとか、あとはやっぱりレザーストラップだったら夏場厳しいなっていう方多いと思うんですけど、ナトー系のストラップですね、ナイロン系のストラップに変えるとまたそれはそれで印象変わって、レザーと変わってなんていうのかな、ちょっと軽やかさ出るんですよね。そのナトーストラップでもグレー系のナトーストラップつけてる方いるんですけど、そうすると途端にスマートな感じっていうのかおしゃれ感も出て、いやこれだったら夏場さらっと楽しむのいいなって思いながらインスタグラムよく見てるんですけど、このモデルはこのまま使うもよし、自分好みにイメチェンして楽しむよし、本当にね趣味時計としてすごくね優等生な一本だと思います。スタイルが良くてほんの少し遊び心もあって、そして何といっても面白いのが、予算はかかるんですけど自分好みにストラップを変えて楽しめる、すごくねいい腕時計だと思います。このモデルがね人気になるの分かります。いやこのモデルね本当にいいんですよね。簡単にスペックですねご紹介しておきます。ムーブメントはソーラー発電になっています。定期的にね電池交換を必要としないので、
時計のこと好きなんだけどメンテナンスにねあれこれ言いたくないなっていう方だったら使いやすさ便利さをね感じていただけると思います。そしていいのがケースサイズですね。横幅が小ぶりな 39mm になっています。ツール系だったりあとはミリタリー系にね見えるクロノグラフなんですけど、この横幅が小ぶりになっていることによってジャケットのね袖口からこの時計がちらっと見えた時も収まりが良くて品よくね見せてくれるような絶妙なサイズですね。いいですね。そしてガラス素材はカーブサファイアガラスですね。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、まず普段使いしていて傷が入らないので安心して日常的にね使えるのがいいところ。そして防水スペックは日常生活用強化防水10気圧防水ですね。10気圧防水っていうのは時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい強い防水スペックになっているので、汗とか雨っていうのはもちろんなんですが、突然のゲリラ豪雨あったとしても安心して使っていただけるようなそんなね防水スペックになっています。いや、スペックもねバランスよくまとまっていて、まずね普段使いしていて不満出ることはないと思います。ただムーブメントがソーラーっていうことで、じゃあ機械式のクロノグラフと比べて味わいはどうなのって聞かれると、やっぱりそこはね味わいとしては薄くはなると思うんですけど、サブの腕時計趣味時計として考えた場合はソーラーはねやっぱりあまりメンテナンスに費用がかからない、定期的なオーバーホールが必要か、いらないとは言わないんですけど、機械式と比べると、メンテナンスめちゃくちゃ楽だと思うので、すごくね使いやすいサブの腕時計になってくれると思います。今ねメカメカしいクロノグラフ探しているんだけど、これといった一本見つかってないんだよねという方だったら、この SBDL085 一度ね時計店で試着していただくと印象ねかなり変わると思います。またあとインスタグラムとかね一応画像も貼り付けしておくんですが、インスタグラムとかでチェックしていただくと、こんな楽しみ方しているのみたいな感じでまたね新たな発見あると思います。そして2本目なんですが、やっぱり最近はダイバーズウォッチ大人気なので、大人の趣味時計として使えるダイバーズウォッチをご紹介しようと思います。2本目にご紹介するのはオリエントのスポーツシリーズからオリエントマコ 48,400 円のモデルご紹介します。スタイル見ていただいてどうでしょうか。いや渋くないですか。いやかっこいいと思うんですよね。なんとなくなんですけど、個人的にこのモデル見た時に無国籍なヴィンテージのダイバーズウォッチ、そんな感じあったんですよね。もちろんオリエントの腕時計なのでデザインテイストは日本かもしれないんですけど、スイスのテイストでもないしドイツの合成感高いテイストでもないし、なんとなく無国籍な感じあるんですよね。このニュアンス的なデザインかなりねいいと思います。ただケースのデザインとかはオーソドックスなスタイルになっているので、どなたでもねつけやすいそんなダイバーズウォッチになっているので、渋い大人のダイバーズウォッチをさらっと楽しみたい、そういった方にねおすすめしたい一本ですね。実はこのモデルおすすめのポイントが一つあって、この写真では分かりづらいんですが、文字盤のカラーがすごくいいんですよ。文字盤のカラーは実はグレーのグラデーションダイヤルになっています。この写真だとちょっとね黒く見えるんですけど、中央部分が薄いグレーで縁に向かって黒くなっていく、そんなグラデーションになっていて、なんとなくなんですけど枯れた感じ、その枯れた感じに見えていて、それがねめちゃくちゃ渋いんですよね。個人的には顔にシワが入って髪の毛にも白いものがね混じったような、そういった親父世代の方がつけていただくとめちゃくちゃ様になる、そんな一本だなと思っていて、もちろんこのままメタルブレスで使ってもいいんですけど、このモデルも親父世代が使う場合はレザーのねストラップ合わせていただくとさらに趣味感高まって、いや長年の相棒をつけているんだ、そういった感じに見せてくれるようなバランスにね変わると思うんですよね。このモデルもやっぱりねイメチェンして楽しむのが最高だと思う一本。なおかつこの 48,400 円という手頃な価格なので、サブの腕時計、趣味の腕時計として選びやすいのもすごくいいところだと思います。簡単にこのモデルのデザイン解説しておくと、ケースフォームはね至って普通のダイバーズ、そんな感じなんですよね。ユーズガードも小さめなんですがしっかり効いています。文字盤のデザインもちょっと面白くて、自分芯はクラシカルっていうのがヴィンテージなそんなスタイルになっていて、蓄光においては、少しオールドラジウムみたいなベージュ系のカラーになってますね。でやっぱりね写真ではやっぱ文字盤のカラーはわからないんですが、光加減によって変わってくると思うんですが、中央部分は薄めな感じになっていて、だんだん深くグラデーションかかっていて、それがね何とも言えずヴィンテージっていうのか古臭いっていうのか枯れたっていうのか、味わいのあるね色なってるんですよね。
でこのモデルがいいっていうのはそのお値段がね安いっていうわけではないんですけど、ちょっと時計の本体に傷が入ったりベゼルの部分に傷が入ったり、そういった感じで少しね古臭く見えた、そんな時が一番かっこいいんじゃないかなとこのモデルにおいては、感じますね。本当の意味でのその長年の相棒をガシガシ使い込んでいる、そういった腕時計に見せるのもめちゃくちゃ楽しいと思いますね。いいと思います。簡単にスペックですね、ご紹介しておきます。ムーブメントは機械式ですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、キャリバーは F の6922が搭載されています。そんなにね精度が高いムーブメントではないんですが、味わいのある秒針の動き、チキチキチキという秒針の動きを楽しむんだったら必要十分ですね。というよりこの価格で味わいのあるメカニカルムーブメント搭載、それだけでも嬉しいですね。そして横幅は 41.8 ミリとなっています。ダイバーズウォッチとしては標準的な大きさになるんですが、最近のトレンドとしてダイバーズウォッチだったりスポーツウォッチ40ミリを切るような腕時計増えてきているので、サイズが気になるなという方は時計店でね一度試着してみるのがいいと思います。そして嬉しいのがガラスですね。4万円台の腕時計なんですが、安心のサファイアガラス入っています。ここね地味に嬉しいです。そして防水スペックは日常生活用強化防水20気圧防水となっています。20気圧防水も非常に強い防水スペックで、キャンプだったりバーベキューに行って川辺でね水をバシャバシャかけ合いながら遊ぶ、そんなシーンでも安心して使っていただけるような防水スペックになっています。価格を考えるとスペックは大満足だと思います。味わいのあるメカニカルムーブメントに安心のサファイアガラスに防水は20気圧防水効いていて、普段使いしていてまずね不満出ることないかとは思います。今回こちらのモデルご紹介しようかなと思ったのは、その古めかしいねデザインのダイバーズウォッチっていうだけではなくて、レザーストラップに変えてもかっこいいっていうのももちろんあるんですけど、もう一つあって、実はね今腕時計の中でダイバーズ、あとはスポーツ系もそうなんですけど、ラグジュアリースポーツと言われるそのきらめき感の強い、そのキラッとしたね、ダイバーズスポーツ系の腕時計多いんですけど、そういったラグスポ系のデザイン腕時計ちょっと苦手だなっていう方いらっしゃると思うんですよね。そういった方だったらちょっとこの枯れたような感じのダイバーズウォッチ楽しんでいただくと最高の相棒になってくれるんじゃないかなと思ってます。なかなかねいい腕時計だと思います。そして3本目は趣味時計としてだったらもう少し華やかなモデルでもいいよっていう方いらっしゃると思うので、ゴールドカラーの1本をご紹介しようと思います。3本目にご紹介するのはシズンのシズンコレクションよりレコードレーベルシズン C7 27,500円のモデルですね、ご紹介します。まずゴールドカラーということで好き嫌いあると思うんですけど、個人的には1本ねゴールドカラー入れていただくと、その時計のバリエーションっていうのかな、見え方、あとはそのつけてる人のイメチェンするのにも最適な1本じゃないかなと思ってます。でこのモデルなんですけど、いい意味で褒め言葉なんですけど、なんだか古臭い感じありますよね。それもそのはず、ここにね書かれてるんですけど、このモデルっていうのは1965年に登場した国産初クリスタルガラス採用モデルクリスタル7にインスパイアされた、そんな腕時計なんですよね。平たく言えば1965年に発売されていたクリスタル7という腕時計のオマージュデザインになっています。ただそのモデルと見比べると、案外ねデザインとしては違ってます。シズンの公式サイトにこちらあるんですけど、これが1965年に登場したクリスタル7、その腕時計ですね。やっぱりこうやって見ると素朴な感じっていうのかな、ありますよね。このモデルをオマージュしたモデルがこちらになっていて、やっぱりデザインのポイントとなるのはこの12時位置にあるカレンダーですね。曜日がこちらに表示されるんですけど、ちょっとここ変わってますよね。時計のデザインとしてはパッと全体的に見てみるとシンプルなクラシカルな腕時計、そういう風に見えるんですけど、ちょっとこの12時位置にカレンダー、曜日のねカレンダー入っていて、あれっていう、それがねいい癖になって、なんていうのかな、ここをパッと目に留まって、いい腕時計見つけたなって感じで愛着にねつながる、そんなねいいスタイルデザインになっているかと思います。時計全体としてはすごくね個性があるっていうわけではないんですけど、なんていうのかな、どこかその独特の世界観があって、ハマる人はねハマると思います。なかなかかっこいいと思うんですよね。このモデルだったらツイードのジャケットにデニムみたいな、そんなね今時なおしゃれな親父、そういったコーデに合わせていただくと手元渋めに見せてくれると思うし、あとはデニムジャケットとかミリタリージャケット、
武骨なコーデに合わせても手元からチラ見させて、ちょっとそのこなれ感っていうのか、その武骨なコーデを高見えさせるような、そんなねアイテムとして楽しむのもありじゃないかなと思ってます。で、後でもご紹介するんですけど、このモデル27,500円、安いですよね。お求めやすい価格なんですけど、実はメカニカル、搭載されてるんですよね。いや、ちょっと驚きますよね。27,500円で昔のデザインのヴィンテージデザイン、なおかつデザインがヴィンテージをオマージュしただけではなくて、しっかりメカニカルムーブメントを搭載してくれる。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよね。本当にね、隠れた名作と言ってもね、いいんじゃないかなと思います。このモデルね、発見した時びっくりしましたね。いや、この価格でこのデザイン、そしてそのスペック、いやー、めちゃくちゃいいなと思いました。簡単にスペックですね、ご紹介しておきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。キャリバーは8200が搭載されています。まあベーシックなキャリバーなので、ここがすごいというところはないんでしょうけど、価格を考えたらメカニカルのムーブメント搭載、それだけでも大満足ですよね。そして横幅は 40.2 ミリとなっています。今のトレンドとしてはやや大きく感じるような、そんなサイズになっているかと思うので、やっぱりね、サイズが気になる方は試着ができれば試着をねした方がいいかもしれないですね。そしてガラスは球面のクリスタルガラスとなっています。いや、これはね、コンセプトがクリスタル7というところなので、クリスタルガラスで全然いいかとは思います。そして防水は5気圧防水となっています。5気圧防水は時計本体を水の中につけていいですよとは言えない、ややね弱めの防水になるので、普通に汗をかいたりとか手を洗う分には全然 OK なんですが、ゲリラ豪雨とか台風とか傘を差しても手元にね水がバシャバシャかかるような、そんなシーン、そういったシーンは安心のため、念のために時計を手から外してポケットに入れてあげる、そういったねケアをしてあげたら、その方が長く使えるかとは思います。いや、スペックにおいてはこの価格、このデザイン考えると大満足のスペックになっていると思います。味わいのあるメカニカルムーブメント、嬉しいですよね。27,500円でこの趣味感を楽しめるとなると、いや、名品扱いしてまずね間違いないと思います。ちょっとねこの価格設定になっているのが個人的には、いや不思議だな、いや安すぎるんじゃないかなと思います。このモデル、古着のジャケットとかスイングトップとかさらっと羽織って、その手元にねこの古臭い感じのゴールドカラーケースの腕時計、いやめちゃくちゃね渋く見えると思います。たださすがにやっぱりゴールドカラーっていうのはその人のね顔立ちだったり、あとはキャラクターによってちょっと違うなっていう方もいらっしゃると思うので、別のねカラバリもあるので、そういった方だったらカラバリ選ぶのもありだと思います。ただ好き嫌いあると思うんですけど、ゴールドカラーのこの古臭い感じの腕時計、大人世代の方使っていただくとかなりね満足感高いかとは思います。そして4本目なんですが、腕時計といえばやっぱり舶来の腕時計気になるって方も多いと思うので、4本目は海外ブランドのミリタリーの趣味時計ご紹介しようと思います。4本目にご紹介するのはハミルトンの人気シリーズですね。カーキフィールドからカーキフィールドメカニカル、今回は 38mm モデル 85,800 円の1本をご紹介します。スタイル見ていただいてどうでしょうか。もうね渋いその一言ですよね。このモデルにおいてはデザインがデザインされすぎるっていうことは全くなくて、昔のままっていうのかな、何十年も前に生産されているミリタリーウォッチがいやそのまま残っていた、そんなねデッドストックみたいな腕時計だと思います。最近っていうのは腕時計ヴィンテージのモデルを現代的にアップデートしましたみたいなモデルっていうのが多いんですけど、そういった都会的なところっていうのがなくて、ただただ古い昔のミリタリーウォッチ、そういう風に見せてあるのがたまらなくね味わいあるんですよね。簡単に時計のねデザイン解説しておくと、時計のケースは標準的なケース、そんな感じなんですが、表面処理がザラッとしていて、要は反射を抑えるようなそんな質感になっていて、こういったところもカジュアルっていうのか昔な感じありますね。そしてリューズの大きさ、やや大きめなリューズの、サイズ感になっていて、こういったところはこの時計はメカニカルなんだろうなって思わせるいいポイントになっていると思います。文字盤においてはもう本当に昔のミリタリーウォッチそのままで、特にね現代的にアップデートされたっていうところとか、あとは見やすさ追求して針の形状を変えてありますよ、そういったところがなくて、いかにもミリタリーウォッチ、そんな感じですね。本当に文字盤には余計な書き込みなくて、普通なところがこのモデルカーキフィールドメカニカルのいいところだと思います。
デザインされすぎていない。それがね、逆にこのモデルにオーラを与えているんじゃないかなと思ってます。なんていうのかな、本物を楽しんでいる、そんな感じがめちゃくちゃかっこいいなと思います。このモデルだったら特にね、その冒険に出ることがなくても、知らない街をふらっと歩いてるだけでも、この時計をね、ちらっと見て、それだけでもね、テンション上がると思うんですよね。もちろんこのモデルにおいてはカジュアルな腕時計になるので、オンもオフも楽しめる、そういった時計ではないんですけど、自分の好きな時間を楽しむ、自分のね、趣味の時間をもう自分なりに楽しむ、そういった時の相棒として選んでいただくのがいいんじゃないかなと思ってます。やっぱり今の腕時計ってヴィンテージの腕時計多いんですけど、それをね、都会的にアップデート、現代的にアップデート、そういった形になっているので、どうしてもそのツヤ感があったりとかして、こなれ感があるんですよね。ただ人によってはそうじゃなくて、もう本物の渋めのオーラが楽しみたいっていう方だったら、このカーキフィールドのメカニカル楽しんでいただくと、本当の意味での相棒になってくれると思いますね。ただやっぱり人によってはちょっとトゥーマッチにカジュアルすぎるかなと思うかもしれないですね。簡単にスペックですね、ご紹介しておきます。スペックもね、またいいんですよね。ムーブメントは機械式なんですが、実は手巻きの、機械式になっています。ハミルトン定番の H の50が搭載されていて、手巻きになるので、自分がね、動いてるだけではゼンマイ巻き上がらないので、朝になって自分でね、手でチキチキチキ巻き上げるんですけど、それがね、また愛着につながるんだと思います。本当にね、この時代、手巻きの腕時計楽しめるんだったら最高だなと思います。そして横幅は小ぶりな 38mm ですね。やっぱりミリタリーの腕時計、大きさが大きくなってしまうと子供っぽく見えてしまうんですけど、38mm に抑えてあるのが、これがね、いいところだと思います。そしてガラスはサファイアクリスタル、サファイアガラスですね、入っているので普段使い安心して使っていただけます。そして防水は5気圧防水ですね。5気圧防水なので、できればゲリラ豪雨だったり台風の時はちょっとね、手から外してポケットに入れてあげる、そんなね、ケアをしてあげた方が長くは使えるかとは思います。スペックにおいてはこの時代に手巻きのね、腕時計を楽しめる、それだけでもワクワクできると思うんですよね。朝起きてこの時計を手に取ってチキ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 って言いながらゼンマイをね、巻き上げる、そのね、何気ない仕草、これがね、渋いんですよね。たまらなくかっこいいと思います。自己満足には違いないんですけど、手元をね、ちらっと見てにやりとできる、そんなね、素敵なミリタリーウォッチになっているかとは思います。本当にね、相棒ってね、呼びたくなる、そんな腕時計だと思います。そして最後ご紹介するのは、やっぱり趣味時計といえば人と被らない腕時計が欲しいなっていう方いらっしゃると思うので、マイクロブランドから1本ご紹介します。最後にご紹介するのはイタリアのマイクロブランドベネチアニコからネレイデ GMT625 ユーロ、こちらの1本をご紹介します。まずスタイル見ていただいてどうでしょうか。ソリッドな感じあるんですけど、どことなく色気感じると思います。このモデルにおいてはさすがイタリアンデザインって感じで、ダイバーズウォッチをね、デザインの、ベースにはしてあるんですけど、艶っぽさがあって大人感あるんですよね。実はこのネレイデ GMT、日本の正規販売店クロノスタッフダタ様とのコラボレビューさせていただいて、実際にね、愛用させていただいてます。艶っぽさがあるだけではなくて、小ぶりな 39mm、このサイズ感が絶妙で、大人の趣味時計って感じめちゃくちゃあります。つけていてね、テンション上がる腕時計ですね。簡単にデザイン解説しておくと、ケースだったりベゼルのデザインはもう至って普通の合成感高そうなダイバーズスタイルしてるんですけど、それに合わさっているのがスッキリとスマート、この GMT のダイヤル合わさっていることによって色気だったり、あとは艶っぽさあるんですよね。今回ご紹介しているモデルはローズゴールドのアクセントカラー効いていて特別感ありますね。またうまいなと思うのはブレスなんですけど、ドレスなバタフライバックルになっています。こういったところはスポーツとドレス絶妙にミックスさせてあって、イタリアのデザインさすがだなって思わせるとこですね。実際に愛用してみて感じたのは、ブラックのレザーのライダース合わせてちょっとね、武骨なコーデに色っぽさをプラスする、そんなねアイテムとしてもすごく良かったし、あとね、意外だったのはビジカジみたいなネイビーのねジャケットにミディアムグレーのスラックス、
そんな、ビジカジスタイルに合わせても、意外とね、スッと収まってくれました。ただね、かしこまったビジネスシーンでは、さすがにローズゴールドカラーは目立ちすぎだよって方いらっしゃると思うので、そういった方だったら同じくレレイで GMT のシックなね、こちらのグレーカラー合わせていただければ全然ね、いいかとは思います。同じくダイバーズデザインをベースにしているんですけど、シックなグレーダイヤルになっていることと、あとはツヤ感ですね。ベゼルにもツヤ感があって、なかなかやっぱりね、雰囲気よく、大人のおしゃれを楽しむ一本、そんな感じでね、選んでいただくのもめちゃくちゃいいと思います。ダイバーズスタイルの GMT ウォッチ、それにね、小ぶりな 39mm、絶妙なマッチングになっていて、さらっとつけてテンション上げてくれる、そんなね、一本になってます。おすすめです。簡単にスペックですね、ご紹介しておきます。ムーブメントは自動巻き、機械式ですね。セイコーの NH34A の GMT ムーブメント入っています。メカニカルのね、GMT ムーブメント搭載されているだけで、かなりね、満足感高いと思います。そして横幅は小ぶりな 39mm になってます。エッジ感のあるスタイルで、なおかつこの 39mm という小ぶりなサイズ感、絶妙ですね。なかなかね、手元に収まってくれてかっこいいです。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、防水は20気圧防水効いているので、水関係安心して使っていただけます。スペックにおいてはメカニカル GMT っていうだけでも、かなりね、テンション上がると思います。そしてなんといってもこの凝縮感のある小ぶりな 39mm、これがね、絶妙ですね。かなり効いています。手元にスッと収まってくれて、なおかつ色気のあるイタリアンの GMT、まだね、知る人ぞ知る、そんなね、ブランドになっているので、特別感をね、楽しめるのもすごくいいところだと思います。こちらのモデル、先ほどもね、ご紹介したんですが、日本に正規販売店があるので、イタリアのマイクロブランドなので、購入ちょっと心配だなっていう方いらっしゃると思うんですが、日本の正規販売店、クロノスタッフ旦那様は、楽天市場だったり、あと Amazon で購入することができるので、安心して選んでいただけるのもいいところですね。おすすめの一本です。いかがだったでしょうか。今回は大人世代の方に向けて大人の趣味時計5本をご紹介させていただきました。何かドキッとするような腕時計に出会えれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。